はようございます。もろです。モノレールってなんだか特別感がある感じがします。9月下旬の某日、今日は長女と一緒にお出かけしています。大井競馬場駅前の改札、ゲートの形をしてました。そう、行き先は大井競馬場です。曇ってるけど雨降ってないからよし。駅を出た瞬間からすでに生き物の匂いがしていて、本当に馬がいるところなんだなってそわそわしています。あっちにもこっちにも、ここにもお馬さんがいました。せっかくなので正門の方から入ります。この日は偶然にも入場無料の日で、改札みたいなゲートも開きっぱなしで素通りで入れました。競馬は全くたしなんだことがないもろですが、この日の目的はもちろん競馬ではなくバーベキューです。友達に誘ってもらうまで競馬場でバーベキューができるなんて知りませんでした。すぐ近くにパドックがあるのが驚き。ちなみにパドックという言葉もこの日覚えたぐらい初心者です。手ぶらでバーベキューと聞いていたのでとてもワクワクしていたんですけど、思ったより調理コストがあるメニュー揃ってました。お酒を飲みながらまったり楽しみます。焼きマシュマロもありました。ワクワク。これ焼けるのに時間がかかるので根気強くゆっくり焼く必要があります。友達はめっちゃ焦げてました。いつの間にか暗くなってきたし、お腹もいっぱいになりました。せっかく競馬場に来たので少しだけ競馬を楽しんでみます。すごい馬の筋肉美しくて見ているだけでも楽しいです。馬券をこんな風に買いました。ちなみに全員競馬初心者で馬券を買うのも初めてだったので記念撮影しています。どうせ見るならゴール前で待機して見てみようかなというところで、みんなで並んでゴール前にスタートして、もう本当に躍動感と迫力がすごい。みんなすごい速い。すごくかっこよかったです。思ったより馬が速くて驚きました。生で見る競馬はすごく感動的でしたね。パドックを見てレースを見ての繰り返しができる。これ結構楽しいかもしれません。競馬場でもらった紙物たちをせっかくなのでペタペタしていくところも載せようかなと思います。この番組表っていうんですか、これ入り口のとこで配っててもらってきたんですけど、そもそも何のための紙なのか、どこが自分の関係ある部分なのかを確認してます。結構大きい紙なので全面背景として使うことにしました。TCK のロゴや日付の部分、あと馬券を買ったレースの表があるので、そこをきっちり載せたいなと思っております。ここで一旦他の紙物も確認してますね。この投票カード
こんなのあるんだなってびっくりしました。あと負けた馬券。見開きで貼るか片面にするかも悩みます。載せたい部分の表を載せるのが本当に難しくて、斜めにしようかなとか縦に入れようかな横に入れようかなっていうのも延々無限に悩める感じでした。一番ちゃんと載せたい部分が綺麗に載るのはどの形式かなというのを悩みに悩んでいます。ここなら表もタイトルもロゴも入るかなというところで切る場所を決めたので切っていきます。カットに使うのはダイソーで買ったペーパーカッターです。今年からこういう紙物の記録、マイブックに最低限だけするようにしてたんですけれども、紙箔でいただいた紙たちを久しぶりに思いっきり貼り付けしたりしてたら、やっぱり楽しくて癒されました。去年は毎日貯めてたので、やらなきゃってなっちゃって、紙物貼ることがすごくストレスになっちゃってたんです。やめたのですが、やっぱりたまにやりたい時にやるっていうのはすごく癒し効果があるなと思ったので、ちょっと自分でもコーピングリストに入れておこうかなと思ってます。切り終わったので、ちゃんとサイズ通りに切れてるかをチェックして大丈夫そうだったので、他の紙物と合わせて配置のシミュレーションをしています。表の上に投票カードを配置してしまいたいなと思ったんですが、片面1ページで作っちゃうと、もうせっかく載せようと思った表が全部見えなくなっちゃうなということに今更ながら気づいたので、見開きで作ることに決めました。この前の競馬、馬券の買い方も知らない初心者ばかりだったんですけれども、手探りであれこれやりながら結局2レースチャレンジしました。結局使わなかったんですが、選択式のこの投票カード、すごく面白く簡単に投票できるようになってて、こんなのもあるんだなって思いました。紙が切り終わったので貼っていきます。ロールバーンが角丸いので、それに合わせて角丸してます。今回久々に貼り物をするにあたって、どのノートで貼り物するかなっていうのも検討したんですが、前にも使っていたロールバーンを使うことにした一番の理由は、使えていないツンロールが多数あるからです。他のサイズの紙、HBW 英語とかいろいろ使ってみたいノートもあったんですが、家にあるものですぐ始められるっていうところを優先しました。お仕事辞めたし節約もしたいので、はい。すっごい不器用で何度も貼り直ししてますね。ここ貼ってもずれてて貼ってもずれててを繰り返していますね。なんとかかんとか綺麗に貼れたかな。やっと貼れたみたいです。はい。で、この他の紙物をポケット作って入れる形式にしようかなと思ったんですけれども、ちょっともう少しざっくりラフな感じでまとめておきたいなという気持ちがあったので、ホチキスで留めることにしました。画面の外でやってますね。留めてみたらまさかの1枚外れてるっていう
止められてないじゃんということで、初めは一つで止めるつもりだったんですが、ホッチキスを何度か繰り返すことになりました。まあホッチキスの箇所は多くなっちゃったけど、なんとなくイメージ通りには閉じられたので良かったとしましょう。今回2枚馬券が余ったんですが、これは長女が選んだ馬のもので、せっかくなので育児日記の方に思い出として残そうかなと思ってます。で、貼ってある表の投票した馬がわかるように赤いシールを貼ってますね。ちょっとフレームの外になっちゃいましたが、これで完成です。こんな感じ。ここに半透明の丸シールで投票した馬に丸をつけてわかるようにしてます。で、こちらのページには3連複の馬券と投票カードをホッチキスでざっくりと留めてて、でこっちの表にもちゃんと投票場にもシールを貼ってますね。裏側のホッチキスの針は未来の私に託します。考えてください。紙物貼るの楽しかったです。今回の Vlog は馬と共にお別れしようかなと思います。最後までお付き合いありがとうございました。コメントや高評価大変励みになります。ありがとうございます。皆様の今日が幸せな一日になりますように。それではもろでした。またね。